明治大学少林寺拳法部世界大会直前の中野夏美さん、頭に防具をつけています。一体何が始まるのでしょう。学生大会では、こういった防具をつけて、演武とは別に立ち合い評価法という、運用法ともいいんですけども、そういった、競技の形でやってます。上段に関しては、当て止めですね。振り抜かない、振り抜いてしまうと、ダメですので、当てたところで止める。で、フック系ですね、横からの曲線系の突きはなし、あと蹴りも上段に対してはなしなので、上段はもうまっすぐストレートの突きのみです。で、中段に関してはまっすぐ蹴ったり回し蹴りで蹴ったりしても OK です。ただ狙うのはこの防具がついている顔面かこの中段部分、ここをお互いに、突き蹴り守るという形でやっていくのが立ち合い評価法の、シンプルな。それはそういう制限のもとにある自由組手っていうことですか？そうですね、はい、ルールのその限定された中で自由にやると。また演武とは違う、どの突きが来るか蹴りが来るかわからないっていう読み合い、間合い、虚実っていうものが学べる、そういった練習方法の延長上にこういう競技があります。でもやっぱ中野さんね、やっぱ小柄だし女性だし、はい、大丈夫なのかなって思うんですけど、怖くはないんですか？いえ、怖い時もあるんですが、やはり修練の中で慣れていくものだと思っています。突きから蹴りの回し蹴り、左の回し蹴りとか早いですね。ありがとうございます。素晴らしい。得意なんですか？そうですね、逆突きから順蹴りが一番スムーズに出てきます。すごい。どうでした？いや正直僕初めてなんですよ、はい、いわゆる少林寺拳の自由組手は、しかもこういう専用の今回井上先生がビデオでDVD で紹介されてた、これも正直ちゃんと使われているのは初めて見たんだけど、いや実に実践的でちょっとびっくりでしたね本当に。だからなんかこの防具で稽古してると、いわゆる他の武道とか格闘技とあんまり、ね、その対抗するっていうのは少林寺拳法の本来の姿ではないんでしょうけども、でも何が来ても全部対応できるようなシステムになってるんじゃないかなと思いますので、ちょっとびっくりです本当に。はい、パンチがねすごい強そうになんか見えたんですよ僕は。だってほらさっき稽古の時移動基本で、いやあれすごかったよ、突き。はい。パンチとかすごいですよね。そうです。突きの方が得意です。得意なんだ。はい。体重をお聞きしてもいいですか？体重は40キロです。40キロ。はい。うわすごいですね。はい。じゃあワンツーいきますよ。じゃあどうぞここに。はいはいはい。はい。早いな。はい。やっぱスイッチがすごいリズミカル。中野さんの蹴り、これは足のどの部分で蹴ってるんでしょうか？はい、脚頭で蹴ってみてください。はい、すねですね、脚頭と言われる足のすねの部分で蹴ります。これが甲で当たってしまうと、これは浅いので、審判も取らないというふうになっています。でもしくは全側手ですね、足の裏側親指の付け根で蹴っていく。でこの技は実は、少林寺拳法の技でいうと白帯の時一番最初に習う、技で、休憩士の時に習う技で、流水蹴り後ろっていう技、後ろの体重に後屈になりながら守って、相手が来た時に蹴るっていう、こういう方形の技があるんです。これを攻防の中で出すとついて、ついた時には相手も受けて反撃しようとするので、ちょうどここでカウンターがはまるという。
で立ち会い評価法はもう攻防が一体双方行使なんですね。少林寺拳法は種々攻従で守って反撃するっていうことなんですけども、立ち会い評価法は別に自分から攻めてるように見えるんですけど、守りながらもう攻撃も防御ももう一体に攻防一体になってるので、種々攻従の教えもあるんです。中野さんの場合ですと、もうその攻撃するときにはちゃんと相手の線をずらしながら入ってます。でそれでも決まらなかったらこれが入ってきます。下がりながらというこういったついて攻めるように見えてるんですけど、守ってで次相手がやってくるときにはもう下がりながら蹴ってるっていう、こういったことになっています。はい、バランスがもう本当見事ですよね。中野さんがこれほど正確に動けるのは、やはり子供の頃から続けていることが大きいのでしょうか。子供の頃からしっかり技を修練して体に染み込ませているので、こういう瞬間的な中でもその技がきれいにバランスよく出せる、それが結果的にしっかり決まっている強い突き蹴りになるということです。なるほど、わかりました。改めて蹴りを見せてもらえますか。すごいすごい。石破さん、彼女体重40キロだってよ。信じられない信じられない。マジで。すごい。じゃあちょっと月からの。鋭いですよ。とにかく鋭い。いやいや見ればわかるよね。本当に。一回合わせましょう。はい。早い。すごい早いな。いやいやバランスがすごいね。本当に速いし。はい。よいしょ。おい。すごい。素晴らしい。あ、ちゃんと今度軸がね、さっき川島先生の説明もありましたけど、スリッピングっていうのか、これこっち来て、いやそうなんだよね。今度これが来ると逃げると同時にこっちで入ってくる。はい。これがきっとそれバーンバチー。なんかでもこういうのが読んでると普通の人が持ってる少林拳の一方のイメージもちょっとあ、全然だってこんなことやってると思ってる。思ってないんじゃない？少林寺拳法って奥が深いんですね。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございました。中野さん、ゆっくりお話を聞かせてください。立ち合い評価法というのはどういうものなんですか？はい、防具をつけて、普通の演武は仲間同士で組んであらかじめ決めた技を行うのですが、立ち合い評価法は違う全く別の大学や動員の相手と組んで、お互いの隙を狙ってポイントを取っていくといった種目になっております。でもなんか本当に打ち合うわけですけど、はい、怖くはないですか？最初は怖い気持ちが大きかったのですが、やはり怖くて目をつぶってしまうとそれでポイント取られてしまうので、まずは怖さになれるという練習から始めます。なるほど。少林寺拳法をずーっと続けてるってことはよっぽど魅力があると思うんですけど、はい、少林寺拳法ここがハマるというか、はい、何が好きとか、なんか魅力って。そうですね、いろんな魅力あるんですけど大きく2つあって、1つ目がまず出会う人皆さん素敵な方で、大会でこう合唱練をしたらもう友達っていう感じでいろんな人とコミュニケーションを取るのが私の性に合っていたなと感じております。で2つ目が唯一無二の演武をできることですね。で突き蹴りの合法や固めや投げといった重法は他の武道にはない、そういったものを組み合わせて演武を行うのは他の武道にはないものを作れる、自分だけの演武を作れるといったところが最大の魅力かなと感じております。少林寺拳法をやってみようかなとか、はい、少林寺拳法ってどういうものなんだろうと思ってる人たちにぜひやってみなよ的ななんか話をしてもらえます？はい、そうですね。私は身長145センチでとてもスポーツに恵まれた体格ではないのですが、それでも自分で小さくても大きい人を投げたり固めたりできるのが少林寺拳法のすごいところだと思うので、自分の可能性を広げられる武道だと私はすごい思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。世界大会頑張ってくださいね。黒帯ワールドは応援しています。世界大会待ってるぜ。あや
10月7、8日本武道館で、2023少林寺拳法世界大会 in 東京ジャパンを開催します。世界30カ国から、約3000人近い、出場者が、来ます。それに観客を、6000人合わせて1万人の方が来館する予定です。ぜひとも皆さん見に来てください。またライブ配信もしますので、こちらの方もじっくり見ていただきたいと思います。少林拳法のいろんな要素が詰まった大会だと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。お願いします。よろしくね、待ってますよ。2023年10月7日8日、東京日本武道館で少林寺拳法世界大会が開催されます。全世界から集まる剣士たちのリアルな少林寺拳法ワールドを見に行こう。